皆さんこんにちは、五戸美希です。話し方、プレゼンで検索したことはありますか？私はあります。で、検索して出てくる結果、いろんな人の動画とかブログとか出てきますけれども、プレゼンの内容の作り方の話ということが多いと思うんですね。もちろんこれ内容の作り方大事なんですけれども、話し方って言ったら抑揚とかスピードとかそういう方の意味もありますよね。で、それも大事なんですよね。あれってなると思うんですよね、ここで検索して。まず話し方とはというところからお伝えしますと、辞書で調べるとこういうふうに出てきます。まずその1が話しぶり、話す様子。これが抑揚とかスピードとかいうことですね。そして話し方の意味その2が話す方法、話す技術、話術全体ということですね。なので広い意味と狭い意味、話し方というのは両方の意味があります。で、話し方で検索して出てくるのは広い意味、講義の意味の話し方、話術という場合が多いですね。で、内容作りであるということが多いということなんですけれども、内容作りってとても大事なんですけれども、内容は他の人が考えると自分で考える余地がないっていう発表のパターンもありますし、あとはライターさんが書くという時もありますし、今だったら AI にお任せということもあると思います。なのでそれはそれでいいと思いますので、内容を自分で考えることがないっていう時はそれにお任せしたらいいと思うんですけれども、じゃあ原稿がありますっていう状態の時にスピーチ、プレゼン上手くなりたいって思ったら、その読み方を練習するのがいいんでしょうか？って感じがねしてくると思うんですよね。日本の話し方教室って朗読教室になってしまっているところたくさんあるんですけれども、綺麗に原稿を読むっていうのは果たしていいプレゼンなのか、人の心をつかむことができるのかっていうとやっぱり違うかなと思うんですね。じゃあ何を勉強したらトークスキルってアップするのと、話し方って上達するのと思われた皆さん、私ですね、トーク、しゃべり、スピーチ、それに必要な要素をまとめております。こちらです。はい、全部で6つの要素があると考えております。まず1つ目、内容ですね。やっぱり話すことがないと話せないので、内容作りというのは大事ですね。話す中身、エピソードというのもありますし、その構成、話す順番というのもありますし、あとは言葉選び、それから語彙力というところも内容に入れています。あとは2つ目、話し方ですね。これは競技の意味の話し方です。抑揚、スピード、棒読みにならないようにするといったところですね。で、3つ目にメンタルです。緊張しすぎないようにしないと、やっぱりその緊張感って全部喋りに出ますので、マインドコントロールできるようにするっていうのが3番です。そして4つ目に声ですね。話すというのは自分の声を使いますので、発声、滑舌というのも大事になってきます。5つ目に見た目です。これはイケメンだとかそういうことではなくて、プレゼンだったらスライドですね。あと表情とか姿勢とかジェスチャーとか、こういったところが見た目に入ってくるところですね。で、最後コミュニケーションです。一人で喋っていてもやっぱり聞いてもらう人がいての一人喋りなので、相手を想定したコミュニケーションになるようにしたりだとか、あとは対面で実際に喋っているのであれば、そこで投げかけを入れるといったこともありますので、コミュニケーションやっぱり大事ですね。この6つの要素全部大事だなと思っております。どれか一つでも欠けたりするとやっぱりちょっと足りないかなと思いますので、やっぱりこれだけ要素が多いので喋りを上達させるのって難しいんですよね。一分野の勉強だけじゃ足りないんですよね。だからこのライターさんだと話し方の方の勉強もやっぱりしなきゃいけなくなってくるし、ニュース読みだけをやってきたという場合は内容作りの勉強を新たにしないといけないというところで、一分野の勉強だけじゃ足りないですし、私自身も今の時点で全部足りてるとは思ってません。もうこれからもずっと勉強だと思っておりますし、その勉強が終わることはないと思うぐらいすごく深い要素だなって思っています。
じゃあ無理だよトークを上達させるのってなりますか？大丈夫です。全然この6つを全部底上げするのってすごく難しいことではなくて、1個ずつちょっとずつステップアップすることで全体をスキルアップするっていうことはできるんですね。そのためにやること大事なことっていうのは3つだけだと思っています。シンプルにまとめました。スピーチトレーニング。トークスキルをアップするために大事なこと、その1は知識をつけるです。やっぱり日本の学校ってプレゼンとかスピーチとかの情報を教えてくれるっていうところあんまないと思うんですよね。私自身も小中高習ったことがないなというふうに思っております。でこれは欧米圏だと全然違って小中学校の頃からディベートの機会とかがあるそうなんですね。なので日本人で公立の学校とか出ているのであれば基本的にはプレゼンとかスピーチの知識がない状態で社会人になっていると思っていただいていいと思うんですね。なのでまずは知識をつけるですね。内容ってどういうふうに作るべきなのか、構成はどう整えるべきなのか、話し方ってどういう話し方が魅力的なのか、私のですねこの YouTube チャンネルで少しずつアップしていきますので、ぜひですねいっぱい見ていただいて知識をつけていただければなというふうに思います。私の動画の更新が遅いよと、もっと早く勉強したいよという方はですね、私の方で動画教材を作っておりますので、よかったらそちらで見てみてください。スピーチトレーニング。トークスキルをアップするために大事なことその2です。場数を踏む。やっぱりね、知識だけの状態では実践にはならないですよね。バッティングセンターだけ行っていても試合本番打てるかみたいな、ゴルフの打ちっぱなしだけ行っていてコースで打てるかみたいな、そういうのと同じで本番がある、人前で喋る機会があるなしとでは全然変わってきますね。なのでプレゼンの機会があるという方もそれ本番、場数を踏めているっていうことだと思うので、大事にしていただいて、会社で朝礼があるという方はそれが場数になりますので、それに向けて準備するというのがいいと思います。人前で話す機会全然ないよという方は作るのがいいと思います。こうやって YouTube で発信するのもいいですし、自分でラジオチャンネル、今インターネットでラジオチャンネル作れますので、そういうチャンネル作って、その発信をするというのもいいですし、いきなり発信しないで、自分だけが聞くものとして撮るとか喋るとかもいいと思いますし、あとは友達同士でそういうグループを作るというのもいいですね。グループといえば私オンラインサロンやっておりまして、こちらでグループレッスンを毎週やっておりますので、参加したいなと思われた方は入会ページをチェックしていただければと思います。で、私マンツーマンレッスンもやっておりますので、私相手に本番の場数を踏んでもらうというのもですね、おすすめでございます。あと一人でズームを立ち上げてそこに向かって喋るというふうに場数を踏むのもいいんじゃないかなと思います。スピーチトレーニング。トークスキルをアップさせるために大事なことその3、ラストですね。フィードバックです。はい、これはですね、録音する、発表するということをした後、やりっぱなしになってしまうとなかなか上達って時間がかかりますので、何か本番があったりとか自分で録音したりとかした時はそれを聞き返す、見返すっていうことができるといいですね。でその自分の録画を見たりして、ここがこうだな、そこがこうだなっていうふうにチェックすることができればすごく上達します。でそれは私のフィードバックを受けたいってもし思っていただけましたら、私のスピーチトレーニング受けていただくこともできますし、自分のグループの中でああだったこうだったっていうふうに言い合うのもいいですね。で、自分の動画を見るとか録画を聞くという時になんとなく全部嫌だってなってしまうともう見たくなくなっちゃうと思うんですね。初めからうまくいく人いませんので、もう私なんかも最初の新人の頃の放送なんかも絶対聞きたくないと思っていましたけれども、やっぱ聞く方がうまくなるんですよね。でそう振り返る時にですね、今日の自分の振り返りたいポイントはどこなのかというのを決めていただくのいいと思います。内容なのか、話し方なのか、身振り手振りなのか、どこに自分は注目して今フィードバック、見てるのかな、聞いてるのかなというのを意識して、見たり聞いたりすると課題が見えてきます。私は
間がないのが課題だなとか、この喋りと喋りの間の無音の時間ですね。この間がないのが課題だなって思ったら、次本番場数を踏む時にそれだけを意識してください。あれもこれも一気に全部改善しようって思うと、またうまくいかなかったってこと起きますので、次にもう一度場数を踏む機会があるとしたら、その時に一つだけ、今日は間を意識しよう、それだけを意識する、おすすめです。そうすると少しずつ良くなっていきます。2回3回と繰り返していくうちに、間が良くなったなっていう瞬間が来て、じゃあ次は抑揚を意識しよう、そういうふうにステップアップすることができます。もう100段階段とかがあって、すごい飛び上がってジャンプして100段飛べるってことないと思うんですよ。一段一段上がっていって、50段ぐらい上がったところで振り返ると、高いところまで来たなっていう風になる。これトークも同じだと思うので、全部一気にということじゃなくて、一個一個一つだけ意識しよう。これぜひやってみてください。すごく変わると思います。スピーチトレーニング。はい、このへみきのスピーチトレーニング、メルマガを配信しておりますので、ぜひご登録ください。そして動画教材の販売もしております。本編90分で人前で話すのが怖くなくなる話し方講座、こちら配信しておりますので、ぜひチェックしてください。マンツーマンレッスンとのセットもあります。マンツーマンレッスンだけのプランもありますので、よろしければプラン一覧を見てください。五戸美希のスピーチトレーニングチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。今日もご覧いただきましてありがとうございました。